皆さん、子育て、保育お疲れ様です。林山千秋、代理の春日部紬です。普段は音楽家、クリエイターとしての目線で、ものづくりについて発信していますが、今回は子育て支援員の目線でお話をしていきます。タイトルにもある通り、今回は問題行動を起こす子供への接し方、というテーマで話していきます。問題行動といっても様々で、危険が伴う危ないものから発達が心配になる子供の癖まであります。今回は前者の危ない行為や、意図的にしている行動という点で話をしていきます。漠然と話すのも話が散らかるので、ここでは、机に乗ることを例にして話をしていきます。まず、こういった子供との関わりを解く上で、大切なことがあります。それは子供の目線に立つこと、問題を見つけたり、叱ったりする場面において、大人はどうしても大人の目線で語りがちです。物を落とすという一点を見ても、大人からすれば、変哲もない物理法則であり、重力というものは当たり前にあるものです。しかし、子供にとっては、ニュートン並みの大発見であり、不思議でたまらないことなのです。そういう、子供の目線を持てるか、が今回の話の鍵となってきます。それを踏まえて、今回の例においては2つのパターンが考えられるでしょう。意図的なパターンと、無意識のパターンです。先に無意識のパターンについて解説をします。無意識のパターンは、子供なりの目的が存在することが多いです。どういうことかと言いますと、机の奥の方に物があり、それが取れない、行きたい場所が机の対角にある、などのパターンです。この場合、悪いことという認識があっても、気持ちはその先の目的に向いています。なので、机に乗ることが悪いことだと教えたり、叱ったりしても、改善されないことが多いです。このパターンであるなら、その目的を別の形で達成してあげることで解消します。物を取りたいなら、子供がよく使うものを、机の上ではなく、取りやすい場所に移動する。大人に声かけしてくれれば代わりに取ることを教える。対角に目的があるなら、回ってね、と伝える。机の位置を変えるなどです。ここで大切なのは、禁止行為を伝えるのではなく、どうすれば解決できるのかという、手段を伝える、ということを意識してください。これも子供の目線に立つとわかりやすいでしょう。子供は言葉をそのまま受け取ります。大人のように皮肉や、端的に言われた言葉の裏を想像できません。つまり、机に乗るなと言われると、机に乗ってはいけない、だけしか伝わらないのです。それに対して怪我をしたら痛い、ママが困るなどの理由を述べても、それが乗ってはいけないに結びつきません。基本的に怪我をしたら痛いよね、ママが困るんだねと、理由として述べた部分単体の認識となると思っておくと良いでしょう。だから、いけないことではなく、やってほしいことを伝えるようにしましょう。では、今回本当に話したい部分について話をします。子供が意図的にやる問題行動についてです。私自身、保育に従事しているものとして、子供たちと向き合っていると、問題行動を起こす子供に共通点があることに気がつきます。それは良くも悪くも、子供の甘えが出た時に発生します。このように言うと、愛情不足ではないかと思う人もいるかと思います。しかし、十分に愛情を与えていても、これは起こります。よく言われるのは、大人に構ってほしい時にそういうことをしてしまう。それは確かで、大人はどうしても良いことより悪いことに敏感になりがちです。自宅の数メートル先で、お行儀よくご飯を食べている時と、遊んで机に乗り出した時、大人はどちらに反応するでしょうか。大人にとっては、お行儀よくご飯を食べていると、安心して自分のことを優先してしまいます。ご飯を一緒に食べているなら、自分がご飯を食べないとその後のことにも関わります。もしかすると、子供の分だけ先に作り、別に何かを料理しているかもしれません。そんな状態の時、子供が机に乗ったらどうでしょうか。鍋の火を止めてでも、子供を叱りに行くのではないでしょうか。つまり、ここで子供の目線に立つなら、ポジティブでもネガティブでも、大人に構ってほしいからこそ、そのような行動をするのです。また、特定の大人の前だけで、それをやる場合、良くも悪くも優しい人、と認識されています。だからこそ、身を委ねられる、何があっても助けてくれるという、子供の甘えが発生していると言えます。
確かにその行動自体は悪いことですが、それが甘えの一つと捉えると、少しは安心できるのではないでしょうか。稀にこれを、舐められている、と表現する人がいますが、そういう認識では子供と適切なコミュニケーションができません。子供に対してそのような認識ですと、支配的になってしまい、子供にも強いストレスがかかってしまいます。では、どうすればよいのか。このタイプの場合、悪いことに対して過敏になりがちですが、その子のことを普段から見てあげるのが大切です。例えば、食事の時に食べこぼしが少なくなっている、ちゃんと噛んで食べているなど、大人にとっては当たり前のことでも、子供にとっては大きな成長だったりします。そういう些細な変化でも、過剰なまでに褒めてあげる、というのが悪いことを予防する一歩です。この場合、口先だけで褒めてあげるのではなく、子供を撫でてあげたり、抱きしめてあげたり、すごいことがわかる比較をしてあげたりと、持てる限りの褒めを子供にあげましょう。これは叱る時のことを考えるとわかりやすいです。叱る時は、あの手この手で、なぜ悪いのかを子供に伝えようとします。それに比べて褒めるのは、ほんの一瞬のことが多いです。なので、叱る時と同程度、あるいはそれよりも過剰にしてあげないと、子供の心に響かないのです。その上で、大人が注意しなければならないことが、2つあります。それは、大人もルールを守ること、そして、性別や年齢でコントロールしないことです。前者はわかりやすいでしょう。本人がルールを守ってないのに、口先だけの人の言うことを聞きたいでしょうか。仮に職場の上司が提出書類に対して、書き損じや表記の違いを細かく指摘してきたとします。しかし、翌日同様のミスを上司がしており、指摘をしたところ、俺の方が偉いからいいとか、適当でもなんとかなると訂正をしてくれなかったとしたら、どうでしょうか。そんな状況で、指摘を素直に飲み込めるでしょうか。同様に子供も理不尽を感じればやる気を失います。そのため、大人が子供にやってほしくないことは、子供騙しの演技であったとしても、守るようにしましょう。後者に関しては注意をするとき、何かをしてほしくないときに、〇〇だからと言ってしまうことはないでしょうか。冒頭での話では、危ないからなどの理由も、あまり意味がないとの話をしましたが、あまりに言うことを聞かないと理由を伝えたくなるでしょう。理由を伝えることについては、子供の疑問等もありますので、禁止というわけではありません。それで子供が納得するなら、その子にはそのやり方が合っているのでしょう。ここで問題になるのが、3歳だからまだ早い、女の子だから暴力はダメなどの言い方です。例は否定的な文章になっていますが、肯定文にしても同じです。料理をしたいと包丁を手に取ってしまった。ヒーローごっこをしていて叩いてしまった。そんなことがあれば注意の一つもしたくもなります。そんな時に、性別や年齢を理由にするのは、無意識に束縛をしていることになります。料理であれば、包丁が難しいだけで、ハンバーグをこねたり、ピーラーなどの代用道具を使ったりはできるかもしれません。まずは冷静に、その子が何をしたかったのかを聞きましょう。その際、why、つまり、なぜ、どうして、ではなく、はっと、つまり、何を使うと良いでしょう。大人がなぜと投げかけるときは大抵、大人が考えている正解を言わないといけない場面です。この場合だと、どうして台所に行ったのではなく、何がしたかったのという言い換えにしましょう。仮にお母さんの真似をしたい、料理をしてみたいというお話であれば、それに対する代案を考えることができます。真似事でいいのであれば、マジックテープで切れるおままごとや、保護者が完全にかぶさって手を添えてもらうだけ、などの方法で解決するでしょう。発達段階の問題もありますので、見極めは事例ごととなりますが、頭ごなしに年齢で判断するのではなく、興味を持ったことを受け止めてあげるのが大切です。暴力であれば、女の子だからダメ、なのではなく、男の子だろうと、女の子だろうと、何歳だろうと、いけないことです。なので、理由をつけるのであれば、痛かったからなどの、起きてしまった事実を言葉にしてあげるのが適切です。同じく兄弟の扱いや、センシティブなこと、人種問題などの大人に都合の悪いことは、〇〇だからと言いがちですので、意識をしてみてください。その上で効果的な表現としましては、Iワードにすることです。
先のような理由や、あなたが主語になると、条件付きの言い方になってしまうため、私は嬉しい、ママが悲しいと思う、などの気持ちの言語化として話すと客観的になれて、感情的になることは少なくなります。なるべくスマートにまとめたつもりですが、少しボリュームが出てしまったので、最後にまとめますと、次の通りです。子供への対応は、子供の目線に立ってみる。その上で問題行動の原因を確認し、誤りに対しては正しい行動を端的に伝える。それを効果的にするには、普段から自分の行動にも気をつけ、些細なことでも褒めてあげる。それでも治らない場合は、子供に響く理由付けをしてみる。となります。これに対して何かご意見やご質問があれば、コメント欄へお願いします。ファミリー向けの音源編集依頼も受け付けていますので、お子様との音楽活動やイベント関係でお困りであれば、ご相談ください。